闇があった。それは、どこまでも深く、静まり返った夜のようだった。だが、その奥で、一つの小さな火が揺れている。火でも、星でもない。それは、知りたいという願いが生んだ光。小さな手が闇の中で瓶をかざす。光を探すように、未来をつかもうとするように。トーマス・エジソン。世界を照らした男。彼が見た光は、ただ夜を照らす明かりではなかった。人々の夢を、希望を、未来へと導くための光だった。この世界に、当たり前の光が灯るずっと前、一人の少年が闇を見つめ、そこに光を見た。その光は、やがて夜の街を満たし、人々の夢を形に変えていく。そして今も、その輝きは、私たちの手の中に生きている。これは、闇の中で未来を見つめ続けた、一人の発明家の物語。世界を照らした男、トーマス・エジソンが見た光と未来。第一章、少年期と好奇心。朝の光が静かな納屋を満たす。少年の名はトーマス・エジソン。彼はどんな小さな現象にもなぜを探した。光を見るたびに理由を追いかけた。机には分解された時計と瓶。紙いっぱいに図が描かれている。小さな手でノートをなぞり、世界の謎を一つずつ確かめていた。朝の静けさを破り、瓶の中でパチッと音がした。少年は驚き、そして笑った。恐れよりも好奇心が勝っていた。扉の外から母が静かに顔を覗かせる。煙と光が柔らかく混ざっていた。その表情は叱るようで、どこか誇らしげ。息子の瞳に未来を見ていた。成長した少年は列車の中でも実験を続けた。車窓を流れる風景の中、瓶を手に夢中になる。小さな空間が彼にとっての研究所。世界が広がるたび問いも増えていった。灰色の煙の中で少年の瞳が光る。そこには理解の輝きがあった。失敗の先に答えがある。それが彼の信じた学びだった。夕暮れ、窓から差し込む金色の光。少年はノートを閉じた。一日の終わりになぜが一つ増える。その心がやがて世界を照らす。その夜、小さなランタンの火が揺らめいた。少年は次の実験を思い描く。その小さな光がやがて世界を照らす日になるとも知らずに。第2章、挑戦と発明への道。朝の光が木造の研究所に流れ込む。トーマス・エジソン。彼は今日も新しいなぜに向き合う。ノートの余白は失敗の数だけ埋まっていく。それは諦めの証ではない。次の一歩を示す地図だ。火花が一瞬、白い煙が揺れる。光はつかの間ですぐに消えた。だが彼は微笑む。消えた光の淵に新しい答えの輪郭が見えたから。夜は長いランタンの代々が図面の線を静かに起こす。一つの線がつながるたび、できない理由が一つ減っていく。一人の夢が三人の仕事になった時、速度は光に近づく。銅線は音を、ガラスは光を、紙は答えを待っている。
手の届く範囲に無数の可能性が静かに並んでいる。フィラメントがわずかに、そして確かに輝いた。刹那。失敗は終わりではない。成功という扉のすぐ手前にある合図だ。夜明けが研究所の空気を優しく洗う。トーマス・エジソンは眠っている。だが彼の光はもう動き始めている。第3章、挫折と再起。成果は出ない。費用だけが静かに積み上がっていく。それでもトーマス・エジソンは机から離れなかった。無理だ、夢物語だ。扉の外の声は時に寒い風よりも冷たい。だが彼の耳は沈黙を選ぶ。聞くべき音はまだ装置の中にいる。紙の束ね、条文は重く、言葉は鋭い。発明は時に文字の迷路に迷い込む。彼は深呼吸し、線を引き直す。理想を現実の言葉に変えるために、ランタンの代々が図面を起こす。一本の線を消し、もう一本を重ねる。失敗の後は敗北ではない。次に進むための道しるべだ。もう一度やろう。差し出された手が沈みかけた心を引き上げる。一人の信念はいつしか多くの肩で支えられる力になる。ネジを締め直す。配線を変える。素材を試す。小さな変更が積み重なる。進みは遅い。だが確かだ。針は少しずつ未来を指し始めている。装置がわずかに応えた。かすかな震え、光の淵、音の気配。彼は目を上げる。長い夜の向こうにかすかな朝が見えた。窓の外が白む。トーマス・エジソンは袖をまくり直し、静かに立つ。もう一度やろう。破れたのは装置であって心ではない。第4章、光が世界を変える。細い炭素の線、たった数ミリの選択が世界の夜を変える。トーマス・エジソンは指先で最適という答えを探っていた。管の向こうへ一粒ずつ気泡が消えていく。透明になるほど光は長く確かに生きられる。代々のひらめきが刹那だけ灯る。すぐに消えた。けれど彼はうなずく。道は間違っていないと。ネジを一段、素材を一枚、角度を一度。失敗の後は次の成功を指す矢印に変わっていた。スイッチが上がる。炭素はゆっくりと代々に息を吹き返した。光は消えない。静かな歓声が胸の内側で広がっていく。暖かな光が彼の頬と瞳に優しく宿る。その微笑みは語る。この日は人の暮らしを変えると。氷の一角が夜の地図からはみ出すように明るくなる。人々の顔に驚きが灯り、やがて希望の色に変わっていった。室内には代々の日、窓の外には紅白の夜明け。トーマス・エジソンは静かに見つめる。光の時代が今始まった。第5章、世界へ光を。小さな模型の上で一本の線が街をつないでいく。トーマス・エジソンはその線の先に暮らしを見ていた。
無文字の図面に柱と配線の道筋が静かに浮かび上がる。目に見えない流れが街の骨格を作っていく。朝ロープが鳴り、木の柱に新しい腕が取り付けられる。夕日に染まる作業の手、光の器が路上で形になる。針の振れは小さい。だが確かに届いている。数字のない盤面でも彼らは光の鼓動を読み取った。合図とともに通りの代々が一つまた一つ連なっていく。その連なりは夜の地図に新しい道を描いた。天井の火が食卓の笑顔をゆっくり照らし出す。光が特別から日常へ。その瞬間、暮らしは変わる。休まないライン、動き続ける手。光は働く場にも時間を与えた。小さな部品が積み重なり、やがて街の夜を支える力になる。通りの火は遠くまで続き、夜明けは紅白へと滲んでいく。トーマス・エジソンは静かに見つめる。光はもう人々のものだ。秋霜、光と未来。夜の名残が机の上で静かに呼吸している。トーマス・エジソンはノートを閉じ、紅白の光へと一歩踏み出した。代々の火が朝霧の奥へと点々と溶けていく。その連なりは誰かの朝を少し早く、少し暖かくした。細い炭素が静かに世界の夜を支えている。光は音を立てない。ただ未来の輪郭を明るくする。新しい一日はもう始まっている。トーマス・エジソンは微笑む。光はもう世界のものだ。世界を照らした男、トーマス・エジソンが見た光と未来。最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。動画の感想等ございましたらお気軽にコメント欄までお寄せください。